いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は冬アジングのポイントです。冬は水温が低くなり、アジの活性も下がる時期ですが、下がる理由を知れば逆にアジがいる場所もわかります。冬アジングの場所選びや攻略法を紹介しますので、最後までよろしくお願いいたします。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。いつものように結論から入ります。適水温は16度から25度。ボトムにデカージ。アプリで海水温がわかる。それではこの3つについて解説していきます。まずはアジの適水温から見ていきます。アジの適水温は16度から25度です。この温度はアジが捕食活動を行う温度になります。続いて最適温は19度から23度になります。最適温とはアジにとって一番いい海水温であり、この温度内の時が最も活性が高くなります。生存温度も見ておきましょう。アジが活動できる限界水温は10度です。アジの主なベイトでもあるカタクチイワシも適水温は15度から25度で、生存温度も11度とアジに近い温度になっています。それでは海水温が下がるとどのような変化が起こるのでしょうか。プランクトンの数が全体的に少なくなってきます。これはプランクトンの活性が低くなり、増殖するスピードが遅くなるためです。アジの活性が低くなって捕食行動も鈍くなってきます。プランクトンの数が減って、そのプランクトンを追ってくるベイトも少なくなるためです。アジは厳しい冬を乗り切るためにできるだけ体力を使わずおとなしくしている時期にもなります。溶存酸素量が多くなります。溶存酸素量とは海水中に溶け込んでいる酸素の量のことを言います。酸素量は海面付近で最も多くなりますが、海水に溶けることができる酸素の量は海水温によって決まります。酸素は水温が低いほど水に溶けやすくなる性質を持っています。海水温度の変化によるアジの動きを見ていきます。アジの適水温16度から25度の範囲では、プランクトンやベイトの活性も高く、アジの捕食行動も活発になってきます。適水温を下回ってきた時の変化を見ていきます。表層付近は潮の流れの影響で水温が低くなりますが、ボトム付近は流れが安定しているため、暖かい水温が残っている状況になります。プランクトンの数は減りますが、水温が安定している底付近に溜まるようになってきます。溶存酸素量が増え、海水の中に酸素が多く含まれてきます。このような状況になってくると、アジの移動が始まります。適水温を求めて移動するアジは2種類に分けられます。適水温を求めて外海に移動するアジを回遊型、安定した水温を求めて港内や湾内に残るアジのことを居つき型と言います。回遊型は小魚などのベイトを好み、居つき型はそこに溜まるプランクトンを好む傾向があります。よって冬のポイント選びも2パターンに分かれます。港内や湾内で居つき型のボトムアジを狙ってみる。この場合はそこに沈んでいるプランクトンパターンが効果的です。アジの回遊と合わせて移動してみる。この場合は通常のアジングで対応できます。どちらかというとベイトパターンが効果的です。冬アジングの魅力でもあるボトムアジの特徴を見ていきます。水温が安定している底に沈んで、そこに溜まったプランクトンを捕食しています。厳しい冬を乗り越えるためにできるだけ体力を使わず、そこに留まっています。溶存酸素量も多いため、栄養や酸素は動かなくても周りにある環境になっています。そのため、運動不足となり、脂の乗ったデカアジが期待できます。冬アジングは念願のメガアジ、ギガアジ、さらなるテラアジに
出会える時期かもしれません。最後に釣りって学べるが活用している海水温の調べ方を紹介します。スマートフォンのアプリウィンディを活用させていただいています。このように色で海水温を確認することができます。海水温だけでなく風向きや波の状況など釣りに役立つ情報がたくさん見ることができます。今回の授業のまとめです。適水温は16度から25度、最低適水温は16度です。冬にアジの数釣りを楽しむには、この最低適水温を下回らない場所選びをしてみるといいと思います。冬はデカアジを狙える時期、水温が安定しているボトム付近にはデカアジが残っている可能性があります。数こそは釣れなくなりますが、デカアジを求めてチャレンジしてみるのも面白いと思います。アプリの活用、いろいろなアプリの普及で家にいながらも釣りができる時代です。実際にロッドを振るだけが釣りではありません。準備の段階で想像することもアジング上達の秘訣です。以上となります。今回の動画がアジングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。